今日はスパイスと野菜の旨味をたっぷりとバスマティライスに閉じ込めて炊くベジプラオを作ります。なんといってもプラオは生米と他の材料を一緒に調理し、フライパン一つで作れるところが魅力的です。お米を別の鍋で下茹でして、カレーとライスを層にして炊き込むビリヤニよりも簡単に作れるので、お家で試しやすいおすすめのレシピです。今日のメインのお野菜は、こちらのじゃがいもと人参、そしてインゲンです。プラオの動画は初めてのご紹介なので、まずは一番シンプルに作れるレシピをと思い、スーパーで手軽に購入できる材料を揃えました。人参のオレンジ色にじゃがいもの白や黄色、そしてインゲンのグリーンと仕上がりも色とりどりで華やかになります。他にもインドではカリフラワーやグリーンピース、パニールなどを使うこともありますし、もちろんノンベジでチキンのプラオもあります。どれもお米自体にスパイスと具の旨味が染み込んでいるので、炊いたライスをフライパンでスパイスと炒めるフライライスとは違った美味しさです。また、いろいろなバリエーションでレシピをシェアできたらと思っていますのでお楽しみに。では早速作っていきましょう。ご紹介する分量は4人から5人分です。まず、一番最初にやっておくと調理がスムーズになるのが、バスマティライスを洗って浸水させることです。日本のお米の計量カップは1合 180cc ですよね。その計量カップを使って、バスマティライス2合分を用意します。バスマティライスは日本米とは違って、長細く割れやすいので、ザルで洗わず、ボウルに入れて優しくかき混ぜるようにしてすすぎ洗いします。また、お米同士をすりつけるように洗ってしまうと、炊き込んだ時に崩れやすくなってしまうので、水を 4,5 回変えながら優しくすすぎ洗いをします。だいたいそのくらい洗うと、最初白く濁っていた水もほとんど透明になってきます。そうしたら、たっぷりの水に浸して、約3、40分浸水させます。時間が来たら、水を切ってお米をざるにあげておいてくださいね。一晩浸水など長く水につけすぎるのも、炊いた時にパラッと仕上がらず、混ぜた時に崩れて見栄えが悪くなってしまうので、長時間の浸水は避けた方が良いかなと思います。お米を浸水している間に野菜をカットしていきましょう。まずはメインのじゃがいもと人参とインゲンをゴロッと少し大きめにカットします。人参は1本使います。皮を剥いて縦に4等分したら2、3センチほどの長さでカットします。インゲンは買ってきた1袋分全部を使っていますが、100g 前後あれば十分です。ヘタの部分は切り落とし、3センチくらいの長さでカットします。続いてじゃがいもは中サイズでしたら、3つくらいがちょうど良いです。今回は小さなじゃがいもも混ざっていたので、2つで中サイズ1個分とカウントしています。じゃがいもも皮を剥いて、半分に切って、それをまた6等分、もしくは4等分にカットします。今回使っているじゃがいもはインカの目覚めです。濃い黄色が綺麗で、栗やさつまいものような甘みとホクホク食感が、このプラオにもよく合うんですよね。もちろん他のじゃがいもでも大丈夫です。個人的にカレーと炊き込んだ時のホクホクさが好きなので、おすすめさせていただきました。あとはいつものインドカレー作りでおなじみの材料の玉ねぎ中サイズ半分をみじん切りにし、トマトも今回は小さめのものだったので2個使い、ざっくり細かめにカットしておきます。カレーの時は手軽なトマト缶を使うことも多いですが、プラオには生のトマトがおすすめです。やはりフレッシュな味わいは生のトマトでしか出せないですからね。そしてニンニク3個と同量の生姜はすりおろしておきます。売られているペーストでも良いですが、その場ですりおろす方が美味しさが増す秘訣だったりしますよね。これで使う野菜の下準備は完了です。あと、先に準備して混ぜておくと楽なのが、こちらのパウダースパイスとヨーグルトです。プレーンヨーグルト大さじ5に、ターメリックパウダー小さじ1/2、コリアンダーパウダー小さじ1、クミンパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1、さらに色付けと辛さのデギーミルチ、もしくはカシミールチリを小さじ1加え、塩を小さじ2加えます。そしてよく混ぜます。
テギーミルチやカシミールチリは色付けのために入れていますが、それだけではなく辛さもあるので、普通のご家庭ではレッドチリとデギーミルチの両方を加えると辛すぎるかもしれません。辛さを抑えて色を出したいという場合は、日本でも手に入りやすいパプリカパウダーを使っていただいた方が良いかもしれません。さあ、ここまで準備ができたらコンロの前に移動しますよ。フライパンに油大さじ1とギー大さじ1を加えて温めます。ギーがない場合はバターで代用してくださいね。続いて、使うホールスパイスは4種類です。ベイリーフ2枚、シナモン1かけ、ブラックカルダモン1つに、ブラックペッパーを12粒ほど入れ、弱火で約1分炒めます。続いて、先ほどカットした玉ねぎを加えて、色が透き通って少し茶色く色づくまで強火で炒めます。このくらいのほんのり茶色く色づく程度で大丈夫です。そうしたら、すりおろしたニンニクと生姜を加えて、中火で約1分炒めます。すりおろしは鍋肌に張り付きやすかったりもするので、その場合は水ちょい足しながら炒めてくださいね。約1分炒めたら、今回のメインのベジを全部同じタイミングでフライパンに入れ炒めます。ここで完璧に火が通る必要はないので、3、4分炒めます。かき混ぜながら炒められたら、次にパウダースパイスを混ぜたヨーグルトを加えます。器に残ったスパイスヨーグルトは少量の水ですすいで、余すことなくフライパンに入れてくださいね。全体をよくかき混ぜ、沸騰したところでトマトを加えます。よりスパイスの風味を出したい場合は、ここでガラムマサラを小さじ1/2、もしくは小さじ1を加えるのもおすすめです。約2分炒めたら、いよいよ浸水して水気を切っておいたバスマティライスを加えていきます。バスマティライスにしっかりスパイスがまんべんなく混ざるように丁寧にかき混ぜます。よく混ざったら、水を 360cc 加えます。野菜の分量が今回のレシピより多い場合は、水分量も微妙に変わりますが、基本的にはバスマティライス1合1カップに対して、同量の 180cc の水で炊き上げます。今回は2合のバスマティライスだったので、360cc というわけです。フライパンからこぼれないように、もう一度全体をよくかき混ぜたら、コリアンダーリーフを一つかみパラパラと表面に振りかけ、蓋をします。しっかりグツグツと沸騰したら、一番弱火にして、そこから15分火にかけます。途中、蓋を開けたくなる衝動に駆られますが、せっかくの蒸気が逃げてしまうので、確認は最小限に抑えてくださいね。良い香りがしてきました。もうすぐ美味しいプラオが食べられます。15分経ったら一度火を止めます。蓋を開けてみます。良い感じに炊き上がっています。もし、この時点でお米の芯が明らかに残っているようでしたら、少しだけフライパンの縁に沿わせて水を足し、もう少し加熱時間を追加してみてくださいね。そして、最後に大事な蒸らしの工程です。すぐ食べたい気持ちもわかりますが、蓋をしたまま10分間蒸らします。蒸らしは、お米の水分量を調整するとともに余熱で芯までふっくらさせ、お米の表面のツヤも出ますよ。そうしたら、ついにベジプラオの完成です。最後の美味しい瞬間は映像と字幕でお届けします。